この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はリールに次ぐフランス最大規模アミヤンの飲みの市です。約2000ものスタンドが立つと言われています。パリ北駅から出発です。メトロの北駅からは郊外列車への乗り換えではなく、地方都市へ行く路線への乗り換えになるのでご注意ください。列車内のトイレは残念ながら汚れていることが多いので有料ですが、駅のトイレへ行かれることをお勧めします。1ユーロでカード払いもできます。いつものように電光掲示板で行き先と時刻を確認して電車に乗り込んだのですが、なんとアミヤン行きだったはずの列車が手前の駅クレイユ止まりになってしまったのです。急遽アミヤンより北にあるカレ行きの列車がアミヤンにも止まるので変更しました。どうやらアミヤンまでの道沿いに問題が起きたようで、通常ならアミヤンへはパリからほぼまっすぐに北上するだけなのですが、かなり東へ迂回したルートとなりました。そのおかげでパリから1時間くらいで着くはずが2時間くらいかかりました。しかもカレ行きの列車が3時間くらい駅のホームに止まったままで、パリからなかなか出発せず、最終的に4時間半遅れてのアミヤン出発となりました。パリ北駅からアミヤンに着くまで6時間半もかかってしまったのです。アミヤンに着いたのが夜の10時半くらいでした。いつもなら翌日の早朝から散策をスタートするので10時ぐらいには寝てしまうのですが、すでに10時半。寝不足でも早朝に起きるか、睡眠をたっぷりとってから散策するか迷いながらホテルで荷ほどきをしました。結局睡眠時間を少し削って早朝から散策をスタートです。変わった形をしていますが、壁にかける花瓶のようです。こちらのお皿の窯元はロンウィーのようです。サンタマエアマージュのマリー・ルイーズに、同じくサンタマエアマージュのカンパニュルシリーズ、オーバル皿はリュネビルです。ずっと探し続けていたジアンのマリー・アントワネットシリーズがありました。サンタマエ・アマージュポリクロームのラビエです。サンタマエ・アマージュのムーリエシリーズです。雨が降っていたせいか、お店の方がまだスタンドに並べていませんでした。何度かお会いしたことのあるマダムなので挨拶をすると、段ボールの中から見ていいよと言ってくださり、段ボールから直接何枚か購入させていただきました。パリの飲みの市ではまだ準備中の時に商品に触ると嫌がるお店の人もいるので、挨拶をして確認してから探すようにしてくださいね。 YouTuber のリリーさんもおっしゃっていたのですが、今までフランスに来られた日本人の先輩の方々が誠実にフランス人と接してこられたので、現在の私たちにフランスの方々は良い印象を持ってくださっています。その良い印象を壊さないように心がけています。安く買えたら嬉しいですが、あまり失礼にならないくらいの値引きをお願いし、心から感謝の気持ちを込めてお礼を言い、最後にボンジュフね、良い一日を
と伝えてその場を去ります。お互いに気持ちよく飲みの市でお買い物ができたらいいですね。少し寝不足だったので一度ホテルに戻り休んでから再び散策のスタートをしました。いつも床いっぱいにお皿が並んでいるこのスタンド、私が通った時はだいぶ隙間があったので、皆さんが購入された後なのでしょうか。ベルギーの窯元のフォベットシリーズ。フォベットはヨーロッパに生息する鳥の名前です。ムーランデル・エ・アマージュのラ・バリエルシリーズです。貝のような模様と果物と花が描かれています。昔パリにあったブティックの住所が書かれてあるバックスタンプです。道路に直接並べられたお皿たちもチェックです。ベルギーの窯元のギシリーズです。ギとはフランス語で宿り木のことです。ベルギーでは3つの言語が使われていて、フランスの国境近くではフランス語が使われています。立派な食材ですね。ライオンでしょうか。先ほど暗い時はよく見えなかったので、明るくなってもう一度撮影しました。サンタマエ・アマージュです。シリーズ名モンテカルロはモナコにある地区の名前です。綺麗なシリーズなので、またいつか出会えたら嬉しいなと思っています。かわいい水玉。サルゴミンヌ。このスタンドでお友達に会うことができました。ディゴア・サルグミンヌのかわいいカフェオレボールをお買い上げです。マスタードポットがたくさんありました。ディゴアン・サルグミンヌ、パリゾビネガー入りのマスタードポットだったようです。こちらはボッケ社のイベトマスタードポットです。イベトとはノルマンディーにある町の名前です。ノルマンディーでマスタードは意外だったので調べてみたら、ボッケ社が1992年までノルマンディーでマスタードを製造していたそうです。マスタードというとすぐに思い浮かぶのはワインで有名なブルゴーニュ地方のディジョンマスタードです。ちなみにディゴアンもブルゴーニュ地方にあり、ディジョンから車で約2時間弱の距離です。この石鹸入れは手書きと書かれていました。5ユーロです。ベルギーの窯元のデュガゾンシリーズです。このさくらんぼは前回の動画シャトゥで見かけたデュネビルのさくらんぼシリーズです。なんだか哀愁漂うピエロですね。午後の1時くらいにはもうだいぶ売れてしまってスカスカになっているスタンドもありました。販売なさっているマダムも一仕事終えたように
くつろいでいらっしゃいました。サルグミンヌです。良い雰囲気のお皿ですね。窯元は不明ですが、アスパラガス用のお皿です。サンタマエアマージュカンパニュールシリーズ、状態の良いものが何枚もありました。音声についてコメント欄に何回かご意見をいただいております。外国の方は特に私が日本語で話していても意味がわからないので、声が入っていない方が心地よい動画鑑賞ができるのかもしれません。意味がわからない言葉であっても心地よいと思われるような話し方を心がけようと思っております。何かご意見やアドバイスがありましたらコメント欄に書いていただけますと、今後のより良い動画作成につながるのでよろしくお願いいたします。ここからは美しい食器たちを私の声なしでじっくりご覧ください。可愛らしい女の子もお買い物をしていました。会場がとても広いので小さな女の子はクタクタのようです。ワンちゃんたちもキョロキョロしています。なんだかクマさんも疲れて休んでるみたいです。ダイナミックにお肉が焼かれています。あ、ブプベブじゃ。雨が降ったり止んだりしていたのでカバンがかけられているスタンドもありました。風も強く天候はあまり良くありませんでした。土曜日の列車がキャンセルや遅延になったのも強い風のせいで木が倒れて電気系統に問題が起きたと聞きました。当初乗る予定だった列車がキャンセルになった時は今回のアミアン行きを諦めようかと思ったのですが、偶然知り合った人から違うルートを教えていただき、なんとかアミアン入りしました。来ることを半分諦めていたため気楽に散策をスタートしたのですが、想像以上に良い出会いがあり、やはり頑張ってきてよかったなと思いました。こちらは
以前も動画で紹介したことがあるのですが、アミアンマカロンで有名なジャン豆乳です。マクロン大統領夫人の親戚が営まれている老舗のお菓子屋さんです。店舗によっては日曜日がお休みの場合もあるのでご確認ください。アミアンで買うと特別感がありますが、実はパリにも店舗があります。水やちょっとした軽食を購入したいときはいくつかスーパーがあります。モノプリにはおにぎりが売っていました。購入した商品のご紹介です。サルグミンヌファボリシリーズを購入しました。ファボリとは英語のフェイバリットとほぼ同じ意味です。カトラリー傷はありますが、ひびや欠けもなく比較的良い状態のものに出会えたなと思っています。サンタマエアマージュの多色使いポリクロームの一皿です。バラの花が可憐でとても気に入りました。ケーキスタンドになっています。バックスタンプもポリクロームになっていて綺麗だなと思いました。宿り木のカップ&ソーサーです。窯元はティゴワンサルグミンヌ。最初に見つけた時はバドンビレかなと思いました。以前バドンビレの宿り木のお皿を購入したことがあるからです。この写真が以前購入したバドンビレの宿り木です。ティゴワンサルグミンヌの紫も良い色だなと思いました。宿り木は寄生した樹木から養分を取ってしまいますが、冬でも緑色の葉を持つことから強い生命力のシンボルとして縁起の良い植物だと思われています。フランスでは年末年始に魔除けとして玄関に宿り木を飾ります。ジアンのマリー・アントワネットシリーズ、唐草模様が同じジアンの卵巣シリーズに似ているかなと思いました。こちらの写真が以前購入した卵巣シリーズです。マリー・アントワネットシリーズはかなり前にコンポティエを購入したことがあります。お皿にも出会えないかなと探していたのですが、実は前回のアミアンでも見かけました。でもその時は一歩遅く、他の方がすでに購入しようとしていたのです。現在お皿があまりにも増えてしまって、最近は気に入ったものを1枚とか2枚だけ購入しているのですが、今回は探していたシリーズだったので思い切って4枚購入してしまいました。リュネビルチューリップ柄のオーバル皿です。大胆に描かれたチューリップが素敵だなと思いました。こちらの写真は左が以前購入したジアンのチューリップシリーズ、右が今回購入したリュネビルのチューリップです。似ているかなと思って購入したのですが、比べてみると印象が違いますね。リュネビルの方がよりダイナミックなチューリップに感じます。皆さんはどちらのチューリップがお好みですか？こちらの窯元は初めて購入しましたファイアンスリーフィーブリールです。昔ながらの刻印もされているので、もしかしたら100年以上経過しているアンティーク商品かもしれません。花瓶として使われていたようですが、スフレという
暖炉に空気を入れる道具の形をしています。ちなみに料理のスフレは微妙に綴りが違うのですが、膨らんだという意味の単語です。ムーランデルエアマージュのラ・バリエールです。大好きなシリーズの一つで、ルイ14世の愛称の名前から来ているのではないかなと思っています。少しずつアイテムを揃えているので、いつかラビエに出会えたら嬉しいです。サンタマエ・アマージュのムーリエシリーズです。以前、ジュシュの飲みの市でこのシリーズの赤を購入したことがあるのですが、今回は緑色を発見しました。裏に少しだけ欠けがあるのですが、裏側だしあまり気になりません。ショワジール・ロワのロワイアンシリーズです。ロワイアンとはフランス西部の町の名前です。表に少し欠けがあるのですが、絵柄の雰囲気とお皿の色がとても気に入っています。フランス語のパティーヌと言われる時を経て変色していく静かな美しさがあるなと思いました。こちらは以前購入したロワイアンシリーズの緑色です。かなり飴色になっていて、パティーヌの良さが出ているので、お気に入りのラビエです。裏に刻印はありません。サンタマエ・アマージュのカンパニュルシリーズです。今回このカンパニュルシリーズとのご縁があり、3つとも違うスタンドでそれぞれ見つけました。日々欠けシミもなく完璧な状態です。このシリーズの緑色と青色だと、どちらかというと緑色の方が好きなのですが、ケーキスタンドも素敵だなと思って購入しました。残念ながらこちらに刻印はありません。ソーシエルについては、実は購入しようかやめようか悩みました。なぜならすでに同じシリーズのソーシエルを持っているからです。でも私が持っているのと印象が違うなと思って結局購入しました。中に薄いシミがあるのですが、使うときは物を中に入れるので気にならないかなと思いました。1900年代の初めの頃に使われていたと思われるバックスタンプなので、ヴィンテージ商品となります。こちらが以前購入したカンパニュルシリーズのソシエルです。印象が違った理由は取っ手がついているので、花の絵の大きさが違ったのです。それぞれの良さがあり、2つになってしまいましたが、購入してよかったなと思いました。今回列車の遅延で苦労しましたが、アミアンに行って本当に良かったなと思ったのは、このスーピエールとの出会いでした。サンタマエ・アマージュマリー・ルイーズシリーズ、青色はよく見かけるのですが、茶色を初めて購入しました。見た瞬間、なんと美しいのだろうと感動してしまいました。
この出会いに衝撃を受けて、私は改めて茶色系の食器が好きなのだなと実感しました。スーピエールは大きくてかさばるので、もう買うのは絶対にやめようと思っていたのですが、このマリー・ルイーズを買わないという選択はできませんでした。今後マリー・ルイーズの茶色の他のアイテムとも出会えたら嬉しいなと思いました。スーピエールとは違うスタンドですが、青色も1枚購入しました。皆さんがこの動画を見て面白かったり、何か心に残ったりしたら嬉しいです。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ご覧くださった皆さんにとっても良い一日であることを祈っております。